最初に見ていきたいのはこの地球の全体です。こうやってぐるぐる回してみると、どんなことに気づきますか？雲が多いなとか、砂漠があるなとか気づくかもしれませんが、注目してほしいのは、この陸地と海の割合です。どっちが多いでしょう？ぐるぐるしてみると、これ南極やね。海の方がやっぱり多いよね。どれぐらい多いかというと、地球のこの表面、地球の全体の約70%が海になっています。なので陸地の2倍以上、陸地は30%しかないということになるので、2倍以上が海になっている。ほとんどが実は海になっているわけやね。そして海といっても陸地といっても、日本のような島国とか日本海のような海もあれば、めちゃくちゃここ大きい海が広がってるよね。ほら、全部海になりました。そして大陸、陸地も大きい陸地があります。島国もあるんだけど、陸地、大きな陸地があります。こういうふうにほとんどの地域や海というのは、大きな陸地や大きな海からできているんです。地球には大きな3つの海と6つの6個の大陸があります。これをそれぞれ3つの海については3太陽、6つの6個の大陸についてはそのまんま6大陸と言います。この動画ではここをちょっと紹介しておきましょう。それじゃあ今度はこの地図を使って三太陽と六大陸の位置を確認していきたいと思います。まず三太陽、海の方から行ってみましょう。みんなが一番、よく聞くのはこの私たちが住んでいる日本の東にある国、東にある海、この大きな海じゃないでしょうか。これが三太陽の中でも一番大きい、つまり世界で一番大きい海です。この海を渡っていくと東にアメリカがあって、南の方に行くとオーストラリアがあったりします。この海何というでしょう？太平洋やね。この漢字で太平洋と言います。世界で一番大きい海です。なのでちょっとこの地図では大きさ、面積が正しく表されてないとこがあるのでそう見えないかもしれないけど、実はこの太平洋だけで世界のすべての陸地の面積よりも大きくなっている、そんな、めちゃくちゃ大きい海がこの太平洋になります。それでは次、この太平洋を越えて東に行くとアメリカがあるよと、アメリカ合衆国がありますよという話をしたと思うんやけど、さらにそれを東に越えていくと海があります。そして地球はぐるっと一周をしてつながっているので、こっち側、ここにもつながっているこの海、何というでしょうか？これは大西洋と言います。なのでアメリカの東側、そしてこの地域ヨーロッパです。後でまた出てくるんやけど、ヨーロッパやアフリカの西側にあるのが大西洋になります。ちょっと注意してほしいのが大西洋太平洋の漢字です。今見てもらうと、タイはこっちは太平洋は太いになっていて、大西洋の方は大きいになっていると思います。これ間違えないようにしてください。覚え方としては、太平洋、さっき話した通り一番大きいのでボワーッと水が溢れてしまって、ポチャンと水が落ちてきて点がつきましたと。いやいや覚えにくいと思うかもしれんけど、一番大きい太平洋なので点がつきましたよというふうに覚えてみるといいかもしれません。それじゃあ最後、三太陽の3つ目は、この国を知ってるとすぐ覚えられます。この国です。みんなカレーのイメージが強いんじゃないかな。インドやね。この国、インドの南にあるのがインド洋そのまんまです。太平洋、大西洋、インド洋。これ3つで三太陽、世界の3つの大きな海になります。それじゃあ続けて6大陸も見てみましょう。6つもあって大変やと思うかもしれないけど、覚え方が分かってると、意味が分かってたりするとすごく分かりやすいです。まず簡単なところから行ってみましょう。この日本のちょうど南にずっと行くと、この大きい国があります。この国何というでしょうか？みんながイメージするのはコアラとかカンガルーとか羊とか、そういう動物じゃないかな。オーストラリアです。実はオーストラリアはこのオーストラリアだけで大陸を作っています。これ島ではなくて大陸と考えるんです。オーストラリア大陸になりますよと。そしてもう一つ、オーストラリアからもっと南に行くとここにも島があります。これ何でしょう？
氷に覆われた島です。大陸やね、南極大陸です。南極大陸はその表面のほとんどが氷になっている。世界で一番大きい氷が乗っかっているような感じなんです。ほとんどの部分が、氷で覆われた南極大陸が6大陸の一つになります。それじゃあ今度こっち側、右側に行くと、さっきこの国、アメリカ合衆国、アメリカですよという話したと思うんやけど、この大陸とこの大陸の名前にもアメリカという言葉が含まれています。北にあるアメリカの大陸なので北アメリカ大陸、南にあるアメリカの大陸なので南アメリカ大陸になります。これ簡単やね。そしたら最後、この2つになるんやけど、こっちはさっきちらっと言いました。この地域の名前何というでしょう。エジプトとかナイジェリアとかスーダンとかが含まれるこの地域。アフリカやね、みんなのイメージとしては、ゾウとかキリンとかがいてサバンナのイメージがあるんじゃないでしょうか。でもアフリカには世界で一番大きな砂漠や、発展している都市とかもあったりします。アフリカ大陸です。そして最後、みんながあんまり聞いたことないんじゃないかなというのはこの大陸の名前。日本も含まれる、日本の東にあるこの大きい大陸。これ何というかというと、覚え方からちょっと話してみましょう。まずこっちの地域。イギリスとかフランスとかドイツとかスウェーデンとかノルウェーとかが含まれるこの地域、入ってくるこの地域を何ていうかな、ヨーロッパっていうよね。ヨーロッパ、国の名前じゃないですよ。ヨーロッパはいろんな国を合わせたこの地域の名前のことをヨーロッパと言います。そして同じようにこっちの地域、日本とか韓国とか中国とかシンガポールとかフィリピンとかが含まれるこの地域のことを何て言うかな、アジアっていうよね。これを合わせた大陸なので、それが大陸の名前になってます。ヨーロッパアジア大陸ではなくて、ヨーロッパのことは英語でユーロップと言います。ヨーロッパのお金のことをユーロって言ったりするよね。なのでヨーロッパを表すユーロという言葉にアジアを合わせてユーロアジア大陸、ユーラジア大陸、ユーラシア大陸と言うんです。ちょっと無理やりちゃうかと思うかもしれないけど、ヨーロッパとアジアを合わせてユーラシア大陸と言います。このユーラシア大陸が、日本の、西側にあるユーラシア大陸が世界で一番、6大陸の中でも一番大きな大陸になっています。世界を作る3大洋と6大陸なので、これはしっかり覚えておくようにしましょう。